トビア・アロナクスの人生。トビア・アロナクスは、機動戦士クロスボーンガンダムや、その続編である機動戦士クロスボーンガンダムスカルハート、そして機動戦士クロスボーンガンダム鋼鉄の7人の主人公です。劇中では、クロスボーンガンダム X3 やスカルハート、パッチワーク、そしてクロスボーンガンダム X1 フルクロスといった機体に登場して活躍しました。また、その後を描いた続編の機動戦士クロスボーンガンダムゴーストや機動戦士クロスボーンガンダムダストでは、カーティス・ロスコという別名を名乗り、クロスボーンガンダム XO や X11 といった機体に登場しています。もともとはただの学生でしたが、宇宙海賊クロスボーンヴァンガードの新米パイロットとなったトビアは、兄貴分のキンケドゥナウにサポートされながら経験を重ねていき、人間的にもパイロット的にも大きく成長していきました。今回は、そんなトビア・アロナクスの人生について解説させていただきます。待っていろ、ベルナデット、今約束を守る。トビアは宇宙世紀王118に地球圏のコロニーで生まれました。機動戦士クロスボーンガンダムの舞台である宇宙世紀王133時点では15歳の少年です。トビアの両親はコロニー開発事業に従事していましたが、事故で亡くなったため叔父夫妻に育てられました。その後、機械工学科の生徒となり、作業用モビルスーツの免許を取得しています。正義感が強く、明るく前向きな性格のため、クラスメイトや周囲の人たちと良好な関係を築いていました。宇宙世紀王123、機動戦士ガンダム F91 で描かれたコスモガビロニア建国戦争が終結して以降、大きな戦乱はありませんでした。しかし、その10年後となる宇宙世紀王133、木星圏付近では、ガンダムのような外見をしたモビルスーツが海賊行為を働いているという噂が出ていました。そのような状況の中、トビアは交換留学生として惑星間航行船スマシオンに乗り、教官のカラスの案内のもと木星に向かっていました。途中で密航者として追われていた少女ベルナデット・ブリエットと出会いますが、その時宇宙海賊クロスボーンヴァンガードからの襲撃を受けてしまいます。航行船の防衛部隊が苦戦する中、トビアは残されていたモビルスーツバタラに乗って出撃するも、クロスボーンヴァンガードのモビルスーツクロスボーンガンダム X1 の圧倒的な性能の前にあえなく敗北し、撃破されてしまいますが、爆発直前に X1 から脱出するよう通信が入ったため、トビアは無事コックピットから脱出し、生き残ることができました。そしてスマシオン号の貨物室に避難しますが、船内に隠されていた大量の毒ガスを偶然にも発見してしまいます。そこに実は木星帝国の工作員だったカラスが現れ、トビアを襲います。絶体絶命の窮地に立たされるトビアでしたが、クロスボーンガンダム X1 のパイロットキンケドゥナウの加勢によりなんとか助かりました。事態が把握できずに困惑するトビアでしたが、キンケドゥやクロスボーンヴァンガードの機関マザーヴァンガードの艦長ペダルナから説明を受け、宇宙海賊クロスボーンヴァンガードの正体が木星帝国の地球侵攻を阻止するために結成された部隊であることを知ります。さらにキンケドゥの正体はコスモガビロニア建国戦争でレジスタンスの若きエースパイロットとして多くの戦果を挙げたシーブックワノーだということも知ります。こうして真実を知ったトビアはクロスボーンヴァンガードの仲間として木星帝国と戦う道を選びました。初めの頃はベラの敵兵であっても極力殺さないという方針を疑問に感じていましたが、キンケドゥと話をする中でベラの人柄を知り、考えを改めるようになりました。またマザーヴァンガードに乗り込んでいたベルナデットの面倒を見ることになったトビアは、彼女と年齢も近かったこともあり、次第に仲を深めていきました。衛星用の戦いではトビアは木星帝国から旅客していたモビルスーツベズバタラに登場して作戦に参加しました。木星帝国のモビルアーマーエレファンテとの戦闘では、仲間たちが苦戦する中、ビットの動きを先読みして攻撃を当て、さらにビットをかいくぐって切り込むというニュータイプ能力を発揮して大いに活躍しました。その後クロスボーンヴァンガードは敵基地に突入し、木星帝国の総統クラックス・ルガチを追い詰めますが、このルガチは本物のルガチの人格をコピーしたバイオノーの一体でしかありませんでした。罠にはまったトビアたちは基地の自爆に巻き込まれそうになりますが、ベルナデットが自爆装置の解除コードを入力したためシステムが停止し、難を逃れました。そしてベルナデットは自分がルガチの娘であることを明かしました。その頃木星帝国は
主力軍を率いて地球侵攻作戦を開始しようとしていました。トビアたちも地球圏へ向かうこととなりましたが、その道中でクロスボーンヴァンガードの仲間であるザビーネ・シャレが木星帝国に寝返り反乱を起こしたため戦闘になり、最終的にベルナデットとトビアは木星に連れ去られてしまいます。そしてトビアは木星で公開処刑されることになり、まさかの生身でクロスボーンガンダム X2 と戦わされることになりました。ローズマリーが狩る X2 の前に捕まえられてしまうも、そのまま潰すのは客受けが良くないとローズマリーが判断したため、某トマト事件のようにはならなかったトビアは持っていた銃を撃ってダミーバルーンを誤作動させて窮地を脱出し、それを生かして目くらましにしてコックピットをこじ開け、なんとか勝利するのでした。こうして X2 を奪取したトビアはベルナデットを救出し、一緒に脱出するよう誘いますが、彼女は父を説得するべく木星に残る覚悟を決めたので、トビアは一人でマザーヴァンガードへ帰ることにします。そして追っ手の目くらましのため X2 本体を射出し、その隙にコアファイターにブースターを取り付けて脱出しました。なお木星圏から脱出したところで行くあてもないトビアが生存することは絶望的と言われていましたが、まさかのマザーヴァンガードの軌道を計算してその方向へ向かうことで生き延びています。その後ルガチの策略でベルナデットはモビルアーマーエレゴレラに乗せられます。一方トビアはベラの10姉妹のシェリンドン・ドナが裏切りマザーヴァンガードを連邦軍に引き渡そうとしたため拘束されてしまいましたが、クロスボーンガンダム X3 を奪取して戦いに赴きました。俺は人間だ、人間でたくさんだ。こうして X3 に登場したトビアはエレゴレラとの戦闘になります。エレゴレラはルガチが遠隔で操縦しているため、ベルナデットは自らの意思では何もできない状態でした。しかし自分の娘を人質に取るルガチに対してトビアは激しく怒り、エレゴレラのコックピットを引っ張り出してベルナデットを奪い返しました。ならば海賊らしくいただいてゆく。その後トビアは地上へ降り、デスゲイルズの襲撃を受け、慣れない地上戦の中起点を利かして活路を見出していくも窮地に瀕します。しかしなんとか生きていたシーブックにより助けられました。そして最終決戦ではカラスが狩るモビルアーマーノーティラスを撃破し、さらに本物のルガチを見つけ出して戦いの際には8発の核の弾頭だけを切り離すという離れ技を見せつけた後、ルガチを打ち負かし地球圏を核による滅亡から救いました。こうして木星戦役は終わりましたが、トビアは宇宙海賊クロスボーンヴァンガードに参加し続けることを決意しました。続編の機動戦士クロスボーンガンダムスカルハートでは、木星戦役後にトビアたちがブラックロー運送を開業し、コロニー間の運送業をしながら平和に暮らす様子が描かれています。トビアはヒンケドゥから受け継いだクロスボーンガンダム X1 を保持しており、密かに特殊な依頼を受けて様々な事件に巻き込まれます。その中でニュータイプの猿が操縦するモビルスーツや一年戦争の英雄アムロレイのコピーと戦うこともありました。その後を描いた漫画機動戦士クロスボーンガンダム鋼鉄の7人では、木星戦役から3年後トビアは18歳になっています。木星帝国の残党が地球を滅亡させるためにゼウスのイカズチ計画を計画し、コロニーレーザー神罰を発射して地球を壊滅させようと目論んでいました。この計画を阻止するためトビアは7人のメンバー鋼鉄の7人を集めていきました。道中幾度となく影のカリストの妨害を受けましたが、仲間を集めることに成功し、最終的にトビアはクロスボーンガンダム X1 フルクロスに登場して木星帝国へ戦いを挑んでいきます。たった7人で木星帝国へ乗り込むという圧倒的に不利な状況でしたが、数々の犠牲の先になんとか作戦は成功し、木星帝国の野望を阻止することができました。しかしトビアはコロニーレーザーの爆発に巻き込まれてしまい、クロスボーンガンダム X1 フルクロスは大破。さらにトビアは失明し行方不明になりました。こうしてトビアーロナクスの名は公式の記録からも消えます。しかしある日、盲目の名もなき人物は木星でベルナデットと再び出会い、共に歩んでいくのでした。もし迷ったら目だけを信じて忘れないで。その後を描いた作品機動戦士クロスボーンガンダムゴーストでは、大きく時代は進み、時は宇宙世紀王153、
機動戦士ビクトリーガンダムの時代となります。この時トビアは木星では重罪人なので、鋼鉄の7人の1人だったエウロペからの写真をもとに、個人であるカーティス・ロスコの姿に整形し、視力と記憶を失ったカーティスを演じて生きていました。カーティスは視力を失っているものの、モビルスーツ操縦の際には音響センサーと持ち前のニュータイプとしての直感力で補っているため、すでにこの時代では旧型のクロスボーンガンダム XO で新型モビルスーツと互角以上に渡り合っていきます。本作では主人公フォントボーが最近兵器エンジェルコールの存在を知ってしまったがゆえ、狙われたことをきっかけにカーティスはフォントを保護しました。そしてザンスカール帝国はエンジェルコールで地球圏の全人類を抹殺することを目論んでいたため、カーティスはフォントと共に戦いを繰り広げていきます。カーティスはかつてのキンケドゥのように良き先輩としてフォントを支えていきました。なおこの時カーティスは35歳ですが、最終決戦前にフォントから渡されたシーブックのパンを食べるシーンでは、整形せずに30代になったトビアを思わせる姿が描かれています。カーティスにはテテニスとの子ベルがいましたが、テテニスが木星帝国の女王という立場上正式には結婚していませんでした。しかしさらに16年後を舞台とした続編機動戦士クロスボーンガンダムダストでは、カーティスがテテニスと正式に結婚し、息子ニコル・ルガチを設けています。カーティスが旧木星帝国派によって夫婦ともども実権を奪われた上で、かつてはジオン公国があったサイド3のズムシティに軟禁され、妻のテテニスがコールドスリープに入った状態で離れ離れになって数年の時が経過したため、2人の年齢には大きな差が生じました。また息子のニコルは若い頃のトビアの容姿にそっくりなため、カーティスが整形して顔が変わっていることを知らない息子は父と自分が似ていないことに悩んでいました。そんな軟禁されていたカーティスはフォントたちに助けられて木星に帰還した後、旧木星帝国派を抑えることに尽力しています。またダストの内容を補完する作品クロスボーンガンダム X11 では、旧木星帝国派の中でも最有力となる者たちを抑えるため、自らの死を偽装してオリンポスの下僕を誘い出し、さらに自身を暗殺しようとして仕向けられたイオの洗脳を解いてモビルアーマーシュバインと戦いを繰り広げる様子が描かれています。このようにトビアはシーブックという良き先輩を持ち、高いニュータイプ能力や起点を利かせた戦い方で厳しい戦いをくぐり抜けていきました。そしていかなる時も諦めない不屈の精神で困難を乗り越えていき、愛する者のために全てを捨ててカーティスとなり木星圏で活躍していくという熱き心を持ったキャラクターとして描かれています。この瞬間を待っていたんだ。余談ですが、スーパーロボット対戦 X ではトビアが機動戦士ガンダム F91 の時代のシーブックやセシリーに出会うというイベントがあり、まるでカーティスがゴーストの作中で振る舞ったがごとく記憶喪失のふりをすることで、2人が宇宙海賊として戦う未来を言わないようごまかす場面が見られます。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。